ヤッホーとしきです。今回は呂布は怖くないクリア後おすすめ攻略9選ということで、いやークリア後の世界いろいろ遊んできましたが、マジで最高っすね。今回はご覧の感じでおすすめの攻略を9個まとめてきました。一部有名にはなっていますが、習熟度稼ぎのスポットだとか呂布の倒し方、今関飛馬に乗ってプレイしているんですが、これよりもね入手が難しかった馬がありましたので、そちらの攻略法も作ってきましたんで、よかったら参考にしてみてください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。はい、それでは早速クリア後の最速強化ルートを解説していきます。まずどのルートでもいいので、一つクリアしたらショップに入ってください。合成は一旦置いといて、武器屋、そして一番右側に砲天撃というジャンルが追加されていると思います。これがクリア後に使える新しい武器種呂布の武器なんですね。クリアしたてだとめちゃくちゃ値段が高いので、とりあえず買っていただくのがこちら、砲天画撃10万円のやつ。攻撃力が80とめちゃくちゃ低いんですが、関係なくこれはねまず買ってください。というのも、これを買ったタイミングで砲天撃入手という特殊な演出が入って、これ以降どの武将を倒しても砲天撃ジャンルの武器をドロップするようになりますんで、これを忘れて他ルート進んでいくと非常にもったいないです。そして普通に進めていけばランク7の破線砲天撃もドロップしますんで、わざわざ40万円で買わなくても大丈夫です。境地レベルの一番下にも砲天撃の欄が追加されて、最初ここからスタートしてここから上げていくことができるんで、主人公のレベルを上げるのにかなり役に立ってくれます。ここを上げていくのは普通に他の武器で攻略していって、ランク7の武器をゲットした段階で切り替えるといいでしょう。続いて砲天撃をゲットしたら物語、ここでチャプターセレクトで遊べるようになるんですが、第3章からこちら3つの陣営を選ぶことができます。ここから自分が通ってきていないルートをどんどん攻略してミッションを増やしていきましょう。おすすめの難易度はハードモードですね。例えば第3章早々ルートの一番最初、遠州鎮圧戦、これ今ハードモードの難易度にしてるんですけど、推奨境地レベルが24となっているので、クリア後であれば全然普通に攻略していくことが可能です。難易度難しくすればするほど経験値ブーストが入りますので、まずはハードモードがおすすめです。ちなみにこういった分岐ルートが用意されていて、新エンディングに向かう方、こちらだったら右側のルートですね。バトルは一緒なんですけど、生存しているキャラクターがいたりとか、後ほどの新エンド入り方解説というタイムスタンプで解説しています。もし先にやりたいよという方はイージーモードにして、後ほどのタイムスタンプ見てみてください。続いてベリーハードに挑む上での適正レベルについて解説します。ある程度他の国のルートを進めてレベルが上がってきたら、こちらのランク8武器をゲットしに行きたいと思うんですが、僕が初めてランク8の剣をゲットしたタイミングがレベル80手前76ぐらいだったかな。その時点で特に苦労することなく、工夫する必要はあるんですけど、ゲットするのは全然可能だったので、一つそのラインを参考にしてみてください。他の武器でも全然いいです。皆さんが好きな武器のランク8を取りに行っていただいていいんですが、何分以内に倒せとか、そもそも火力が足りないと到底条件は達成不可能みたいなのも確かあったので、おすすめは剣でレベル75前後ぐらいだと思ってください。この後紹介するベリーハードでの呂布の倒し方でも、後々考えれば剣が一番楽だったかなと思ったんで、ひとまず皆さんもランク8は剣からスタートしてみてはいかがでしょうか。続いて境地のレベルに関してなんですけど、剣を初めてゲットした段階で攻撃力が10増加、これが確か5箇所とか6箇所あった気がするので、それも一つ目安にしてみてください。できる方はここ全部レベル9にして10種類あるので 10×10 で攻撃力100も増やすことができますから、めちゃくちゃ楽になります。続いてクリア後の武器に関してなんですが、こちらが先ほどから言っていたランク8の武器、これが槍のランク8、ご覧のようにサブステータスというか特殊効果は全てランク8は同じものに設定されていて、攻撃力ももちろん同じで、ここで疑問に思うと思うんですが、ランク7は合成することによってプラスをおそらく99ぐらいまですることができるんですね。試しに剣のランク7をプラス99、あと97振ろうとするとプラス1につき3上がりますので、合計値が623まで増えることになります。はい、もうお気づきですよね。ランク8が624、ちょうど1だけ少ない値になります。ということでランク7の武器を頑張って育成していっても、結局ランク8の武器を使うことになるので、そこまでねプラスを上げていくっていう必要はないのかなと思います。で最後ですね、ご自身の好きなランク8の武器をゲットし、かつレベルが80前ぐらいになったらベリーハードで呂布を倒しに行って、ランク8の砲天撃をゲットしたり、
り、または他の挑戦というところでこちらの石飛ばだとか、ここら辺のね、馬をゲットしに行ってみてください。これね、結構難しくて、でもすげえ楽しかったんで、ぜひやってみてほしいですね。続いて時給27万の習熟度稼ぎスポットを解説していきます。先ほど習熟度のレベル9とかをね、5個とか6個用意してねって言ったんですが、おいおいそんな育ってないよという方もたくさんいると思いますので、今回紹介するミッションを使えば誰でも簡単に超効率的に習熟度を上げていくことができますんで、ぜひ使ってみてください。まず準備として曹操軍の第4章のここ、白馬遠心の戦いというところまで進んでください。ここをクリアすると目録というところの任務で確認できるんですが、遠州鎮圧の任というミッションがフィールド上に生まれていると思います。これ気づいてない方結構多いと思いますが、目録からね、いつでも出陣することができるんですね。繰り返しが可能です。で、このミッションが習熟度激アツなんですね。おすすめの難易度はイージーモードになっています。ちなみに全難易度での経験値も検証してきましたので、後ほど解説します。はい、バトルがスタートするとこんな感じの見た目になっています。敵がめちゃくちゃいますよね。マップを見てみると左上に全部固まってくれていて、敵武将もモブ敵だらけ、全然強くないんですよ。まず最優先事項は雑魚敵をたくさん倒すことです。敵武将の経験値は強さ関係なく1人につき雑魚敵10人分の経験値しか入らないんですね。で、敵武将を先に倒してしまうとそいつが連れてきてる雑魚敵は消滅してしまいますので、ちょっともったいないです。それではちょっと軽くやってみましょうかね。とりあえず突っ込んでいって、はい、ここら辺でもう適当に狩るだけですね。めちゃくちゃ敵が弱いんですげえ楽だと思います。で、ここら辺で適当に大技を打ってしまって、今186からドカンと628まで倒すことができましたね。で、敵が先方を発動してるんですけど、これフルシカトでも大丈夫です。とりあえず雑魚敵をどんどん倒していきましょう。邪魔だったら騎馬兵を倒していきます。はい、もうサク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 倒していけますね。これをやるときに便利なのが、習熟度レベル8で全ての武器で大体大技覚えるんですね。広範囲一気に倒せますみたいなのが揃ってるんで、積極的にここら辺は使っていきましょう。一応余談ですが、今回はジャスト回避でどんどんこのスキルゲージを貯めていって、すぐこれ大技を使っていくのが一番早いかなと思いますね。弾き返しよりはジャスト回避の方がいいでしょう。はい、今3000人倒したんですが、開始3分50秒っすね。めっちゃ早いっすよね。で、なんかあらかた敵が少なくなったなと思ったら、マップの右上の今5って数字が書いてある近くになんか道がありますよね。あそこがね、無限脇スポットなんですね。ここになるんですけど、ここからね、どんどん兵が出てくるので、ほぼ無限なんですよ。待っていればずっと出てくるんで、はい、来ましたね、来ましたね。ここでずっと狩り続けるっていうのも、まあ楽っちゃ楽ですかね。移動しなくて済むんで、敵武将も出てきてくれますし、出てきますね。はい、ここでずっと勝っててもいいですね。もうめんどくさい方はずっとここにいてもいいです。ただちょっと効率は落ちるんで、マップの右側をあらかた倒したら左側行くとか、そんな感じの方が早いかもしれません。ただこっちは移動しないので楽です。解説し忘れてましたが、このミッション終わってしまう条件が山賊狩猟を倒すことなので、こいつは生かしておきましょう。こいつと離れたところで大技をどんどん使っていきます。ちなみにこのゲーム経験値ストップのラインというものがありまして、5000人切りですね。5000人 KO するとその戦闘では一切経験値が入らなくなりますので、ご注意ください。ただこのミッションに関しては適正おそらくこれぐらい3700とかで、今5分50なので、これ以上待っても効率が落ちるだけなので、さっさと倒してしまいましょう。はい、これでクリアっすね。リザルト画面見ていきましょう。こちら武将撃破12、総撃破数が3729人、クリア時間が6分9秒。ここで時給27万の内訳というか経験値の解説に入るんですが、一応全ての難易度で計算してきましたので、他のミッションでも使える経験値の仕組みになってますんで、参考にしてみてください。この任務ではそこら中に湧いている雑魚敵1人倒すごとにイージー、ノーマル、ハードで9入りました。そしてベリーハードでは雑魚敵1人につき22の経験値が入っていました。続いて敵武将1人につきイージー、ノーマル、ハードだと90、ベリーハードだと221入っていました。これはどの任務でも同じです。敵武将は雑魚敵10人分の経験値が入るよと思っておいてください。ということ
ことで、イージーモードだったら総撃破数をかける9すれば大体の経験値がわかりますよね。今回の撃破数で言うと、3万弱ぐらいを6分で稼いだことになります。大体3000人目安でクリア時間が6分切るぐらいかな。なので、それを9かけて6分で2万7000ぐらい。それを10回やれば1時間なので2万7000かける10で時給27万という計算になるんですね。これめちゃくちゃ効率的っすよね。もっとうまくやれる人だったら4000人ぐらいいくんじゃないかな。無限脇もあるんでね、そういうのを考えると上振れは結構しそうっすね。ちなみにこちらがベリーハードでクリアした時のタイムと撃破数ですね。こっちは1人につき22の経験値が入りますんで、4208をかけて1回で8万8000ぐらいで、クリア時間も10分43となっていて、効率がよく見えるんですが結構大変でしたね。敵の攻撃も結構きつくて、肉まんも使って忙しくバトルしたって感じだったんで、全然ねイージーモードでやった方がいいかなって思います。イージー、ノーマル、ハード、それぞれ同じ経験値が1人につき9になってますから、全然ねイージーでやった方が楽だし、さっさ回っていくと思いますんで、クリア後用の習熟度上げ、ひいてはキャラクターレベル上げはぜひここでやってみてください。続いてクリア後用のおすすめ装備セットを解説していきます。あくまで一例なので、他におすすめこんなんあるよって方はコメントで教えてください。まず武器はいいですね。ランク8のものをゲットしてみてください。続いて砲玉。こちらは真空玉が使いやすいんですけど、見落としがちなのがこれ、小風玉。空中へ打ち上げた敵へのダメージが 28% 増加する。前の動画でも解説しましたが、剣なんかいい例なんですけど、敵を空中に打ち上げた方が安全なんですね。特に呂布に関しては地上でコンボ入れてると急に反撃してきたりするので、空中がマジで安全です。で、武芸は飛ばして装飾品いきます。この2つですね。まず合力体。これは何かというと、体力が半分以上の時に攻撃力が 15% 増加。めっちゃ強いっすよね。条件がゆるゆるでずっと攻撃力 15% 増加するんで、これはマストで装備していただきたい。入手方法はここの聖州っていうんですかね、右上のあたり、ここの太平値を1段階上げてください。続いて2つ目、玄武功。こちらは防御力が 60% 増加する。めっちゃこれも強いんで、難易度ベリーハードだと敵の攻撃すげえ強くなってきますから、これもマストですね。入手方法は先ほどの聖州って読むんですかね、ここから左の遠州というところ、ここの太平値を3段階まで上げてください。これも各ルートをハードモードでどんどん解放していくと思うんですが、その段階でサブミッションとかもこなしていけば、気づいたらここも太平値3になってるんで、割かしゲットはしやすいかなと思います。で、馬も飛ばして消費アイテムですね。ここも結構重要です。まず1つ目は連祈願。これは無双ゲージを一定量回復する。あともうちょっと無双ゲージあれば絶無双乱舞できるのになっていう時とか、ベリーハードではかなりお世話になるので、これも結構マスト気味で必要っすね。続いて兵法少将と兵法全将、この2つっすね。これを使うと戦法、舞台で使えるやつですね。石投げたりとか正射とかあると思うんですが、それの再使用時間を大幅に短縮してくれる。こっちは普通に短縮。本作の戦法は敵武将に対してめちゃくちゃなダメージ与えてくれるプラスシールドも結構削ってくれるんでめっちゃ強いんですよ。ただクールタイムが4分とかあるので、これを短縮してくれるっていうのはめっちゃ強いです。難しめのミッションの時は全勝、そうでない場合は少々と使い分けるのがいいですね。最後3つ目は活力功。自分と周囲の味方の体力を 70% 回復する。もしくはこちら合力弾。一時的に攻撃力が 60% 上昇する。任務によって使い分けるのがいいと思うんですが、こっちの方が強いですかね。ちなみに一時的ってどれぐらいかというと、測ってみたら30秒続くようでした。挑戦で特殊アイテムをどんどんゲットしていく時に時間制限があったりするんで、攻撃力バフは結構魅力っすよね。活力功もミッションによっては何人以上武将を生存させてクリアしてねみたいな条件もあったりするんで、これ割と便利だったりもします。消費アイテムの入手先はよろず屋で普通に売ってるんですね。でこれ在庫1位になっていって1個買うともう売り切れになっているんですが、他のミッション行って帰ってくるとまた在庫復活してますので、気づいたら買っておくようにしましょう。このまま装備の流れで最強部隊戦法に関して解説していくんですが、先に言ってしまうとこちら投石です。ご覧のように味方の兵に石を投げさせて高所から敵に当てると戦意を下げられるっていう特攻がついてるんですけども、関係なく敵が近づいてて強いなこいつと思ったら使っちゃってください。でクールタイムが4分と威力の割にはクールタイムが短めになっています。いやこれほんと
強くてダメージもベリーハードでも結構入りますし、シールドもがっつり削ってくれる。さらに範囲内に入った敵の動きがスローモーションになって危ない時とかもこれで回避できたりしますね。続いて火矢聖者、高いところから敵に当てると戦意を下げられる、敵のシールドを少なくできるっていうんで、こちらも威力もまあまあ、クールタイムもそこそこって感じでかなり使いやすいです。3つ目最後のおすすめが騎馬突撃。これはロックオンできないぐらい敵に離れた状態でこれを当てると特攻が発動するんですね。戦意を下げられます。これは敵の大軍と相対した時、ご覧のように結構遠くから騎馬突撃で敵の大将をめがけていろんな敵を巻き込みながらっていう範囲を指定してやるとめっちゃ強いですね。で、戦って気づいたら4分ぐらい経ってると思いますんで、また投石使えます。その頃には強い武将しか残ってないと思いますので、ガンガンやっていきましょう。最もおすすめな使いどころとしては、敵が無双乱舞やろうとしてなんか円マークが敵の背後に出てきて、そのゲージが溜まるまでにシールド全部破壊してねみたいな時あるじゃないですか。あの時に使うとめっちゃ便利なんで、ぜひ参考にしてみてください。続いて高難易度用の馬の小技解説していきます。スキルの左から123つ目の真ん中ら辺ですね。ここに非常攻撃で気力が貯められるようになるというのを皆さんこれ確定で覚えていますよね。これを使った小技になるんですが、簡単なものではあるんですけど、今後ベリーハードで挑戦で特殊なアイテムとか馬とかをゲットしていく時に何分以内に倒せとか、もしくは素早く移動して味方を助けに行かないと条件が達成できないっていうことが多々あるので、これはね短いですが参考にしていってください。はい、戦闘が始まりましたら普通に馬で移動しますよね。とりあえずダッシュ1個分溜まってるんで、はい、敵の拠点とかでまず敵に接敵しますよね。この状態で馬の上に乗ってたまんま、まずは机上攻撃をしてください。で、これで気力がぐんぐん溜まるんですね。普通に励ますで、溜めるよりも速いスピードで溜めることができます。大体接敵して10秒ぐらいは無駄になってしまうんですけど、気力を溜めた状態で例えばこいつを倒してみます。はい、倒しましたね。そしたら馬に乗ってすぐダッシュで次の拠点まで、ダッシュすることができますよね。ここは近かったんでいいんですけど、例えばこれ左行こうとして左の真ん中の一番中央の敵のところまで行きたいっていう時にゲージが溜まっていないとずっとこの速度ですよね。これが結構きつくなってくるんですね。なので敵に接敵したらどこでもいいので、まずは気力を溜めておく、これがマジで重要です。はい、接敵して3溜まってるんですけど、ちょっとこう4ぐらいまで溜めてから、敵と戦い始める、こんな感じの動きをしていればずっとダッシュできる状態で物語クエストを進んでいくことができますんで、これねちょっとしたことなんですけど案外みんな忘れがちな内容だったりするので、馬上攻撃での気力ためがめっちゃ重要ということは覚えておいてください。新エンディング分岐の入り方やってみたいと思います。第3章からそれぞれの国で分岐、こちらのようなイフルートみたいなものが特定の条件をクリアすることによって、今回3章の孫悟の国でいればこちら右側の孫権が生存しているルートを選ぶことができるんですね。バトル自体は一緒なんですが、ここでもまた分岐ルートがありまして、第5章でそのまんまずっと行くと通常ルートとは違った隠しエンディングを見ることができます。そしてその特定の条件というものが結構難しくって、クリアしたての状態でこれを出そうとするとノーマルモードでも若干きついところもあったりするんで、ハードもしくはベリーハードでやってもイージーでやっても特に何も恩恵というかそういうものは変わらないので、ここは全員ねイージーでやった方がいいんじゃないかなと思います。簡単ですしね。ちなみに一応注意なんですが、例えば孫権軍では襄陽の戦い、こちらで分岐ルートが起こるんですが、ここから始めるのではなくて1個上、ここのストーリーの中に入って会話を通してここの戦いに入っていってください。では分かりやすく左の曹操軍からいきます。第3章はなくて第4章のこちら燕城脱出戦から解説していきます。まず概要として燕城脱出戦では丸3番紫の真ん中のところの矢印ありますよね。ここにスピード勝負で行って敵武将を全部倒すことが条件になります。まず丸1青色の線で右上北東の拠点を落とします。落としたら速攻戻って緑色の線でぐーっと真ん中通って左の方北西の拠点を落として、そのまんま城の西側の位置で待機します。そうするとはしごがかかるので紫のルートへ行けるようになります。城内に入ったらちょっと北に行って矢印3つ書いてありますよね。ここの武将を最速で倒してください。倒したらすぐに東に向かって矢印の先の古社寺という武将を倒してください。そうすると天命変化が起こって天意生存ルートが確定します。続いて曹操軍第5章の下の方、こちら白狼山の戦いから始めてください。まずルートを解説しま
ます。右下の方、黄色い線が丸1ルートですね。始まってすぐ後ろを振り返って、右の方の敵武将を適当に2、3体倒してください。かなり早めです。その後、オレンジのルートで北西の方向へ進んでください。で、丸2番の矢印の先のところで、白髪の兄ちゃんが途中急に出てきてバトルになります。で、こいつを倒します。この丸2の時点で、おそらく4分以内が目処だと思っておいてください。めちゃくちゃスピード勝負です。4分以内に白髪の兄ちゃんを倒すことができたら、丸3番、ちょっと赤色の線ですね。北上していって、一番北東の敵の大将を倒してクリアです。注意点なのが、丸1のところで敵の武将を2、3体倒すって解説しましたよね。丸1の時点で2、3体ぐらい敵を倒しておかないと、曹操が敗走してしまうリスクがかなり高くなるので、できれば3、40秒、50秒以内にはもう倒しきって丸2のルートへじゃんじゃん進んでいってください。そうしないと4分以内に間に合いません。おそらくこのミッションが一番時間勝負だと思いますので、頑張って急いでクリアしてみてください。曹操軍最後の分岐点は5章のもっと下の方、石壁の戦いから始めるを選んでください。ここではまずバトルに入る前の条件というものがありまして、随行武将に各カーを必ず選択してください。ゲームスタートしましたら、緑色のルート丸1ですね、南に下っていって適当に敵を倒しながら5分6分ぐらいですね過ごしていきましょう。そうすると各課から場所の目星はつけてある、風の予兆を感じたら辺りを探るんだというセリフを言ってくれます。その後黄色いルート丸2ですね、真ん中あたりに旗の目的地が表示されますので、そのちょっと手前まで行って待機していましょう。その後各課がまた風向きが変わり始めたようだね、果たして間に合うだろうかと言い出すので、これを聞いたらその旗の目的地まで進んでいってください。そうすると仲間のふりをしていた郊外とバトルすることができて、諸葛亮のムービーが入る前に倒しきると天命変化が起きます。これで曹操軍の分岐ルートは終わりです。ぜひやってみてください。続いて真ん中、孫悟の国を解説していきます。第3章の真ん中あたりのこちら襄陽の戦いから始めるを選んでください。スタートしましたら緑色のラインの進行ルートに従ってどんどん進んでいって、適当に敵武将は倒しても倒さなくても大丈夫です。マップの一番南西のここって書いてあるところに到達するだけで大丈夫です。おそらく7分とか8分以内にその目的の地点にたどり着けば大丈夫なので、そこまでスピード勝負って感じではないですね。続いて孫悟第4章の5軍鎮圧戦を選んでください。ゲームスタートしましたらピンクのルートに従ってマップの一番南西の位置、丸1と書いてあるところまで進んでください。ルートの途中で出会う敵は一応倒しておいた方がいいですね。こちらの総大将の孫権がやられてしまう可能性がありますんで、かっこ撃破していきましょう。で、マップ南西丸1のところにたどり着いたら幻影とのバトルになりますので、それに勝利します。勝利した後に霊長の目というコントローラーでいう L2 ボタンを押すと紫色のオーラが見えるようになるんですね。それをたどっていくと黄色い丸2みたいなルートになるので、そこで隠し通路を発見することができます。で、その先で白髪の兄ちゃんとバトルになりますので、それに勝利するとクリアですね。そして最後の解説です。劉備軍ルートは第5章のこちら長藩の戦いから始めてください。ゲームがスタートしましたら黄色く囲ってあるところが丸1なんですけど、適当に敵武将を倒して過ごしておいてください。続いて劉備が南の方に進軍を始めたら一緒に緑のルート丸2番ですね、これでついていきましょう。そして途中で諸葛亮のムービーが流れると思います。その後に丸3番、このピンク色の矢印の先に曹操軍が到着します。曹操軍が現れたらすぐ引き返して丸3番のマップ北中央のところへ進んでいって急いで曹操を倒してください。これは劉備が一番マップの南端ですね、脱出地点に到達してしまうとクリアになってしまいますんで、急いで倒す必要があります。はい、といった感じでやっていただければ全てのルートで分岐ルートを出すことができますんで、ぜひ参考にしてみてください。はい、それではベリーハードの呂布の倒し方解説していきます。第4章の曹操軍もしくは劉備軍どちらのルートでもいいので、下の方のこちら可否の戦いの将軍マークの方ですね、上ではなくてこちらを選んでみてください。この呂布を倒すことができれば挑戦で、例えばこれは消費アイテム使わずに呂布を倒すと石飛ばゲットだとか、他のミッションでもう一つ呂布を倒すとランク8の砲天撃ゲットできるので、ぜひやってみてください。今回は個人的に剣が一番呂布を倒しやすかったなと思ったので、剣での立ち回り方を解説していきます。まずここはマストでランク8の剣をゲットしておいてください。続いて砲玉、ここは小風玉一択です。空中コンボを使っていくので、空中への敵へのダメージ 28% 増加を装備してください。で、一番重要なのが武芸ですね。僕の場合は四角のところに昇竜飛剣という飛び上がって衝撃波を放つスキルゲージ4つ使うものを装備して
います。基本的にはこればっかり使っていくと思っておいてください。で、一応隙があってスキルゲージも潤沢にある場合は天舟連戦章を使って一気にシールドを削っていきます。で、デフォルトで八景の衝撃は装備しておいて、重要なのはこいつですね。八景合死ですね。皆さん覚えてると思いますが、これは遠距離から八景できるプラス技の出がめちゃくちゃ速いのでかなり有効です。もしこれ使ってないよっていう方は他の戦闘とかでもかなり便利になるので、ここで慣れておいてください。装飾品は合力体、 HP が半分以上の時攻撃力 15% 増加。ただ体力が半分以下で戦うことがおそらく皆さんほとんどだと思いますので、持っている方は白虎牙とか霊虎牙とか攻撃力が単純に上がるもの、もしくは赤竜層という無双ゲージの獲得量が 10% 増加、これを装備しておくといいですね。2つ目の装飾品、ここはマストで玄武庫、防御力が 60% 増加選んでおいてください。はい、それでは実戦形式でやってみたいと思います。はい、バトルが始まりましたら馬に乗っている状態からスタートするんですね。適当にちょんちょん攻撃していて、はい、黄色のが見えたら避けたりとか、ここはあんまり解説することはないんですけど、ちょんちょん攻撃していればいつか馬から降りますんで大丈夫だと思います。はい、八景とかも決めて簡単にこうコンボを決めてシールドをガンガン外していきましょう。はい、天舟連戦章とか使って確実に敵のシールドをさっさと削っていきましょう。はい、落ちましたら12345回6回入れたらラッキーって感じで襲撃の前にちゃんと攻撃しておきましょう。で、ここから1対1での立ち回りを解説するんですが、基本的にはこれぐらいの位置をキープしてください。はい、でこういうことをしてくるので、この衝撃波は、安全にガードしてください。で、最後の衝撃波は当たらないように気をつけてください。はい、これぐらいの距離を保って、はい、この後攻撃チャンスでしたね。はい、オレンジ色の攻撃もなるべく離れて、はい、それではコンボ解説していきます。123、4回切ったら切り上げの三角連打からここら辺で昇竜飛剣を打ち上げてください。はい、ご覧の通りシールドが計算すると 4.5 枚ぐらい一気に削ることができるんですよね。しかも敵が空中にいるので絶対に反撃はしてきません。めちゃくちゃお得コンボです。で、ここは迎えに行ってジャスト回避していきましょう。はい、また同じように四角4回からの、はい、連打で、はい、もう削れましたね。そしたら地上に戻って12345回ぐらい入ったらこれですね、襲撃で、一番多くダメージを与えられるコンボになってますんでやってみてください。はい、オレンジ色のこういうのはもうずっとシカトです。基本的には、1対1の状態になったらこれぐらいの距離をキープしてください。ずっと逃げながらジャスト回避です。絶対に弾き返しはしないようにしてください。今作の呂布はですね、弾き返しすると敵も弾き返ししてきてなんかよくわけわからんことになるんで、絶対にジャスト回避にしましょう。一番怖いのはこちらのコンボが終わった後のあの衝撃波もしくは弓ですね。はい、この弓ですね。この弓が防御不可能で八景で止めるしかない割には出がめちゃくちゃ速いです。これと衝撃波だけ気をつければ絶対に負けることはありません。はい、これも別に合子打てばね止めることができるんですけど、面白いんで、チャレンジしてみるのもいいかもしれないですね。合子マジで便利です。はい、このあといけますね。1234離れていればそんなに怖くはないんですよね。はい、またこれ同じコンボを打って、はい、打ったらすぐに離れてください。そうするとこの衝撃波もガードで弾くこともできますし、距離を取れば全く怖くないんですよね。はい、これぐらいの距離があれば絶対に弓は当たらないですよね。 HP がこれぐらいになると赤攻撃をしてきます。これ掴まれるとめちゃくちゃやばいことになるので、確実に避けてからコンボにつなげていってください。はい、突進攻撃きました。これはなるべくジャスト回避を当てに行く感じ、 R2 をちょちょんと、回避していくとスキル貯めることができます。隙があればこれ、降りた瞬間に天舟連戦章でもいいでしょう。時間がゆっくりになるので確実に当たります。はい、いかがですかね、この繰り返しでまだ大事なことを解説してなかったんですが、無双ゲージありますよね。今もうちょっとでマックスまで溜まるんですが、これは一番最後の最後 HP を削り切るまで絶対に使わないようにしてください。最後で必ず使います。はい、ここは合子で止めることができます。またなんか変なことやってますね。だから弾き返しはマジでねおすすめしないんですよね。もうわけわかんなくなるんで一番やばいですよね。はい、来ましたね。敵がブチギレモード HP 削り終わったらこうなりますので、これで敵のシールドを削り切れば勝ちです。ここで、ガチの無双乱舞やっていきましょう。これでもうほぼほぼ勝ち確ですね。はい、ゴリゴリ削っていきましょう。もうスキル連打でもいいですね。はい、スキル連打の方が早いかもしれません。
はい、これで確実に敵のシールドを削り切ることができます。ドーンと。はい、以上でお疲れ様でした。襲撃で勝ちですね。これで今肉まんも使っていない状態なので石飛ばゲットですね。この後砲天撃のランク8を取る時も呂布と戦うんですが、その時は肉まん使ったり味方もいるので部隊の先方も使うことができますから、もっと楽だと思います。とにかく敵を空中に置く、そして呂布に対しては弾き返しは NG だよということは覚えておいてください。もちろん他の武器でもね攻略できると思いますんで、いろいろ呂布相手に修行してみてはいかがでしょうか。はい、それでは最後に馬全4種の性能公開と超激ムズのこちら装甲秘伝の入手を解説していきたいと思います。まず石飛ばがこんな感じですね。速度が50でご覧の感じのサブステータス。続いて絶影落馬しなくなるで有名ですよね。こんな感じのステータス。続いて装甲秘伝はこんな感じで、最後適路ですね。こんな感じでした。まあ全体的にレベルが上がっていて仕組みが理解さえすればゲットできるような難易度なんですが、石飛ば結構速くて使いやすいっすよね。ただ呂布を倒した苦労に見合うかといったら、ちょっと速度100とかあってもいいんじゃないかなっていうぐらいでしたね。もうちょっと性能いいと嬉しかったっすね。でこの中で激ムズなのが装甲秘伝ですね。こいつはやばかったっすね。僕は馬をゲットしようとした時点でレベルが83とかだったんですけど、それでもね結構苦労しましたね。ギリギリでした。今の僕みたいにレベル92ぐらいあればいけるかなって感じだったので、今回は他3種類はご自身で取っていただくとして、装甲秘伝の攻略っすね。場所が第5章の曹操ルートの一番下にあります。こちら火曜道の戦いを選んでください。で条件としましては味方武将を7人以上生存させて勝利する。それではまずおすすめの装備からですね。随行武将は呂布がいいかなって感じ。武器はご自身の好きなランク8でいいんですが、僕は砲天撃でクリアしましたね。でここも真空玉か小風玉どちらでも好きなの選んでいただいて、重要なのは消費アイテムにあります。再三おすすめしている連気眼無双ゲージを一定量回復する、これがめちゃくちゃ便利なんですが、今回はこれではなくてこちら先端という体力闘気無双ゲージを全て回復するエリクサーみたいなアイテムがあるんですね。僕がクリアできた時はこいつのおかげだと思ってます。一番最初にこれを使ってしまいます。これはどこでゲットできるのかというと、普通にストーリークリアしてたら多分3つか4つぐらい持っていて、あとは適当なミッションの挑戦でもゲットすることができますんで、持ってない方はそっちでゲットしてみてください。2つ目、こちらも兵法全章を持っていればこちらを装備しておいてください。最後3つ目の枠はこれがいいんじゃないかなと思います。活力庫、自分と周囲の味方の体力を 70% 回復する。今回は味方武将を生存させなければいけないので、オレンジ色状態ならば近づいて回復は勝手にしてくれるんですけど、青い状態で死にそうな場合はこれを使っていきましょう。続いてルートの解説です。あくまで僕がクリアした時に使ったルートなので、他にも正解ルートがあるかもしれませんが参考程度に見てってください。まず丸1、緑色のところですね。スタート地点からすぐの拠点を落とします。その拠点を落としましたら引き返して2番目のルート、赤っぽいルートに進んでいってください。でここでちょっと強めのオーラをまとった敵が 2,3 体出てくるので、ここで無双ゲージとか体力を全回復するアイテムを使って無双をぶっ放します。この黄色いマーカーで記されているここと上の方にもありますよね。丸3のルートの途中にある砦なんですが、この2箇所で絶無双乱舞を使うと思っておいてください。そして青いルートで3番ですね、北上していくんですが、丸1のところで曹操とか、本陣が死にそうな味方がいる時は逐一チェックしてちょっと戻って、会うだけ会って HP を回復してから元の戦場に戻るみたいなのを繰り返していってください。そして青いルートの上の方の砦であらかた倒したら曹操と合流できますので、あとは道なりに進むだけですね。はい、バトルがスタートしましたらまず馬に乗ってここら辺で適当に敵を攻撃して馬の気力ゲージを、最大まで貯めておきましょう。4ぐらいでもいいですね。はい、貯めたらもうスピード勝負なのでここからじゃんじゃん敵を攻撃していきましょう。その間に2番の方、西の方ですね、あっちでもバトルが起こってるのでなるはやで敵を倒していきましょう。はい、拠点を落としましたね。今この段階で1分9秒。そして先ほどアナウンスが入ってここですね、周宗と孫昌公が左からめちゃくちゃ来てるんですよね。関寧も来ています。こいつらは左の上の2番の戦場に行こうとするので、ここで無双ゲージを全回復してこの3人を一気に倒してしまいます。はい、それでは戻っていって戦場を、左側の味方を助けに行きましょう。はい、ここら辺はしかとして大丈夫ですね。ここで周宗と宝刀を相手にしていきたいんですが結構強いんですよね。
はい、めちゃくちゃ HP も高いんで時間がかかると思うんですが、なんとか頑張って倒していきましょう。はい、で敵を攻撃しながらも味方の HP が下がってないか確認しながら行きましょう。もしこの時点でオレンジ色の HP がいたら近づいていって助けに行ってください。なるべく襲撃はまとめたいですね。これができればかなり時間が節約されますんで、なるべく敵の近くで、はい、シールドを削り切って、襲撃を巻き込んでいきたいですね。はい、今シュウソウを倒した状態で3分21、この状態で曹操が結構 HP がやばいかなといった感じ。そして味方武将が今全部で12人いまして、ミッションだと8人以上生存なので、ここで7人いればいいんですけど、この後後半で仲間が増えたりして12人中7人6人ぐらいいればいいかなといった感じ。そして今12人いるので、5人は見捨てることができると。そうなってくると学信がここにいて、この人とあと長江ですね、長江がここにいる。この2人はもう助けることは無理だなと諦めましょう。で雨金もここにいるので、雨金を見捨ててしまえば一気に上まで駆け上がることができますよね。なので、番号で言うと4番6番7番の戦場は捨てるといった感じでしょうか。なので今から急いでここの5番の戦場に駆け上がってみたいと思います。でどんどん敵も出てくるんでやばいんですよね。はい、今ここにいます両党と戦っています。3分50秒。はい、2人倒しました。ではそのまんま北上していきます。はい、曹操がやばいですね。ちょっと急いで助けに行きましょう。これ結構ねきついんですよね。で今上の砦にたどり着きました。ここにいる太子寺とかもめちゃくちゃ強いんですよ。はい、とりあえず曹操に会いに行きましょうかね。やばい、扉が閉まってる。これで曹操に会いに来ました。黄色いゲージならば近づけばこんな感じで回復しますので安全ですね。巨長が死にそうでしたね。危なかったですね。ちょっとここを助けておきましょう。はい、で今回はジャスト回避の方がいいかなって感じですね。さっさとシールド削って襲撃で巻き込んだ方が強いので、スキルゲージをどんどん貯めていきたい感じです。はい、3人巻き込んでいますね。これ理想なパターン。OK ですね。2人まとめていけましたね。これめちゃくちゃ時間効率が良くなるんですよね。投石使っていますかね。散々おすすめしてたんですが、はい、この辺りで使ってみましょう。先方もねどんどん使ってなるはやで敵を、倒していきましょう。 HP めっちゃ減りましたね。はい、これでこいつらは終わりかな。はい、終わりですね。襲撃して終わりと。はい、マジで最初ねほんとここが一番きついので、ここで6人とか7人生存させて次へ行ければめちゃくちゃ助かるんで頑張っていきましょう。はい、次行きますね。曹操と一緒に上に上がって5番のところに来ました。仲間を見てみると、予想通り下の方の雨金さんがやばい。で徐行は生かさなきゃいけないですね。で長領さんはずっと止まっていて、学信さんも言った通りちょっとやばい。この2人はいいでしょう。で長江さんもやばい、すいませんって感じで、ここは申し訳ない犠牲というところで見捨てていきましょう。徐行さんを助けに行きます。この赤いオーラをまとってない敵だったら割と柔らかいので、これを柔らかいと感じなければ火力不足なので、もうちょっとレベルを上げた方がいいかもですね。はい、ここが片付いたら次は経過時間が6分12で雨金さんがやばいで、他は結構生きているなといった感じ。123456789人いて、雨金さんがやばいので8人生存といった感じでしょうか。いや本当にね HP チェックしなきゃいけないんですけど、めちゃくちゃ楽しいですね。はい、でここら辺で1回、ガチの無双乱舞やっていきましょう。さっき使い忘れてましたね。さっき使ってなくても火力が足りていればここで1回目で済むので覚えておいてください。足りなければねさっきのとこで使ってみてください。加工トンが奥の方で死にそうですね。ここら辺で、ちょっと強めのスキルを打って終了といった感じでしょうか。で加工トンを助けに行く。はい、近づいて HP 回復ですね。危なかったですね。はい、でここら辺でちょっと離れて使えそうだったらこのラインがいいかな。はい、騎馬突撃とかじゃんじゃん使っていきましょう。太子寺の、士気を下げることができたら嬉しいが、下がりましたね。これ離れてロックオンできないところから騎馬突撃すると、敵の士気を下げてシールド値を減らすことができますんで、めちゃくちゃおすすめです。ダメージもめちゃくちゃ通りやすくなりましたね。奥で今度花崗園が死にそうだ。花崗園を助けに行きましょう。ロックオン外れちょっと待って、いた、花崗園いましたね。HP 回復して OK ですね。はい、で HP はどうか、味方はどうか、大丈夫か。巨長が死にそうですね。はい、曹操と巨長を助けに、はい、OK ですね。本当に黄色になってすぐ気づいてあげればHP は回復させることができるんでめちゃくちゃいいんですよね。はい、集体を倒しましたね。でここ
はい、敵が固まっているので、もう投石が使えるので、はい、ここで、趙雲を止めながら攻撃していきましょう。これ、スローモーションになるのめちゃくちゃいいですよね。はい、ここで襲撃巻き込んで、OK ですね。趙雲がめちゃくちゃ強いんですよね。忘れず HP 確認です。8分40で123456788、8人ですね。これ以上は死なれたくないですね。あと1人ぐらいだったら途中で増えるんでいいんですけど、よっしゃ、太子寺も倒すことができました。あとはドイツだ、関寧と孫昌公も来てますね。この段階で今味方が8人全部1箇所にまとまってくれてるので、全員死ななければオレンジ色を見つけて回復さえしていけば、クリアできるといった感じでしょうか。こちらの士気も高くなってきていますんで、なかなか味方も強化されている状態です。はい、関寧も倒して無事拠点を取ることができましたね。8人生き残っているので、あとは道なりに行ってほぼほぼ勝ち確っすね。ここまで整えるのがめちゃくちゃ難しいので、何回もトライすることになると思いますが、いや、その分ね、めちゃくちゃ無双やってんなって感じするので、本当に楽しいっすね。で、初めて僕がクリアした時の攻撃力が確か1000をちょっと超えたぐらい、1100ないぐらいだったので、それを一つ目安にしてみるといいかもしれないですね。はい、今時間が12分22で、さっきの砦から北上して張飛と戦っているんですが、この時点で味方が増えて、今10人いますね。テイクとかが出てきて、ちょっと余裕が出てきたかなといった感じ。ここでプラス2になるのを覚えておきましょう。で、曹操が先に行ってしまったので、今張飛を鹿としてついていくところですね。ここから右上で張飛と戦ってたんですけど、味方2体を倒したら撤退していきましたね。なのでまた振り出しに戻って味方が8人の状態です。郊外と戦っているんですけど、今曹操がね、どんどん先に進んでいってしまってるんですね。ただこの先は青色の戦場マーク、つまり有利な状態で、敵も雑魚武将しかいないので、ここはほっとおいてそのまんま郊外と戦っているところです。はい、ということで経過時間16分47秒で1234567、8人生存でここまでたどり着くことができました。一応この時点で僕が初めてクリアした時は6人だったんですね。ただ後半の戦いでも武将が増えて、それをしっかり助けていけばまだチャンスありますので、諦めずに後半戦に挑んでいきましょう。はい、続いて大軍戦ですね。後半戦に行きたいと思います。あとはもう解説することはほとんどないんですね。定期的に味方の体力を確認しながら、敵の大軍の戦法だとかそういうのを崩してさえいけば全然余裕で、勝っていけると思いますんで、はい、あれから途中ずっと戦ってたんですけど、20分51の時点で、この時点で新規とか課金文兵新しいやつが増えて12人になってますね。今新規がやばいので助けに行くんですが、ちょっと余裕は出てくるかなといった感じっすね。倒すことができました。結構時間かかりましたね。あそことあそこにあるでっかいあれですね、土砲を壊せとかいろいろミッションがね出てくるんですけど、再戦ができると思いますんでね、ここはね諦めずに、結構敵も強くて忙しいんですが、味方を助けながらやってみてください。この後関羽と戦ったりもするんですが、ほぼほぼこれでもう、条件は勝ち確かなといった、感じですね。あとはここら辺の敵を、なんとかうまく倒していきましょう。ちなみにね、一番最後の関羽も結構強いので、いましたね。最後の関羽も結構強いんですけど、肉まんも使えたりするんで、敵のパターンを見極めてね、はい、こんな感じではめていけば、割と倒せるんじゃないかなといった感じですね。で、こっちの方に、ここですね。この辺り、はい、ここですね。マップで言うと、この位置に肉まんも置いてあるんで、足りない方はぜひ使って戦ってみてください。第1ステージの8人、あそこで6人ぐらいですかね、生存させるっていうのが一番難しい条件なので、ぜひね、皆さん頑張ってこの馬ゲットしてみてください。お疲れ様でした。はい、ということでいかがだったでしょうか。呂布は怖くないクリア後おすすめ攻略9選でしたが、いやー、動画収録にかかった時間差し引いても80時間ぐらいは余裕で遊べましたね。すごいボリュームでした。無双を味わいたい方も十分楽しめるし、高難易度を求めているプレイヤーも呂布との戦いはかなり楽しかったんじゃないですかね。これは次回作石壁以降の戦いが描かれるとしたらめちゃくちゃ期待持てますよね。ぜひその時も動画どんどん出していきたいと思いますんで、皆さんよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、としきでした。さようなら、バイバーイ。